いつもホンダウィング高橋チャンネルご視聴ありがとうございます。代表の高橋です。今回皆さんにご紹介する内容はですね、ホンダレベル250。こちら、お乗りのお客様から当店の動画を見てですね、興味を持っていただいたドープ製ロボットハンドルロング、フォワードコントロールキット、そしてショートミラー、クラッシュバー、すべてドープ製の商品取り付けご用命いただきました。この内容を皆さんにお伝えします。では、行ってみましょう。ハンドル交換をしていきます。ハンドル周りにはいろいろと用品が取り付けられているので、ハンドル変更した時の位置決めを考える必要があります。パーツがこちら、ロングロボットハンドル本体、強化ブッシュ、延長のブレーキホス、ワッシャー、そしてミラーですね。こちらが商品です。ハンドル周りに取り付けられている用品を全て取り外します。ハンドルを取り外す前にハンドルの角度を確認します。フロントフォークが角度に対して若干起き上がり気味。この角度を覚えておきます。で、外しておいたパーツは元に戻せるように仮組みしておきます。で、外したパーツは傷をつけないようにこのように養生しておきます。フロントのブレーキフルードをリザーバータンクから抜いていきます。ボディ周りに付着すると変色してしまうので、全体的に覆うタオルで養生。ブレーキのリザーバータンク周りにもウエスを巻いて、リザーバータンクの蓋を取り外し、裏側を見て痛み等ないか腐食ないか確認。スペーサーとダイヤフラムですね、こちらを取り外し、ブレーキフルード自体は水溶性なので、このままの状態で放置するよりもこのまま水を張ったバケツにインしちゃいます。そうすることで作業している間にブレーキフルードの汚れが取れ、このように流し落としてしまうわけですね。はい。こちらについていた汚れたフルードも落として綺麗な状態で組むことができます。当店ではこのように作業させてもらってます。改めて今回ご依頼のこちらのレベル250、距離数は8151キロほどですね。で、フルードの汚れ具合は少し色がつき始めてきているくらいなんですが、一緒に交換してしまいます。リザーバータンクの中に取り外したスペーサーとダイヤフラムがあるんですが、そこの接触面触ってみると少しザラザラしてます。で、これはここの材質がアルミなので、アルミ材が腐食してしまっている状態なんですね。で、この状態のまままた組み付けてしまうと、液漏れの原因、密着不良を起こす場合があるので、リザーバータンクのブレーキフルードを吸い取った後、清掃に入ります。はい、吸い取り完了です。このサビ取りですね。腐食してしまっているので、サビを取っていきます。で、いらないウエスであったり、ティッシュを入れて、で、オイルストーンで磨いていく前に、こういったスクレッパーですね。はい。で、削り落としていきます。この削れているこの粉が結晶化したブレーキフルードです。少なからず、皆さんがお乗りの車両のマスターであったり、リザーバータンクですね。こういったところには、このような汚れがどうしても堆積してしまうので、定期的なメンテナンスが必要ということですね。ブレーキフルードを交換して終わりということはないですね。このように安全にフロントブレーキが使えるように
リザーバータンクの清掃、非常に重要な項目です。あとは段差がないかを確認して、ここ触っても見るともうツルツルですね。少しオイルを塗布したオイルストーンで軽く面をならしていきます。はい、小さな部分ですが、これをすることでしっかりとしたブレーキ性能を保つことができます。ホースの方はフルードが漏れないように袋に入れておきます。またこちらのホルダーも取り外しをしておきます。取り外したらこのように養生しておきます。このホルダー関係を取り外し、グリップを外します。このように養生したマイナスのドライバーを入れて、ブレーキクリーナーを少量とで少しずつねじりながら取ると傷をつけないで取ることができます。メーター取り外し、意外とこのボルトがヘキサゴンなんですが硬いんですよね。なので力のかけ方によって舐めてしまう場合があるので、大きなトルクがかからない工具で緩めていただいた方がいいです。メーターをこのようにクリップになっているので取り外し、裏側のカプラーを接続を外せばメーター取り外し完了。続いてハンドルですね。でハンドルは下側のボルトから緩めていきます。で上側を緩めると緩みやすいですね。はい、取り外し、はい、こちらも取り外していきました。ここまで来るとハンドルを取り外しができ、純正のハーネスクランプを取り外すと、よいしょ、はい、ホルダーからハンドルが取り外しができ、これが純正ハンドル。今回強化ブッシュを交換するので、こちらのポストの下にある14のナットを緩めていきます。ハンドルポストが取れました。ここについているのが純正のブッシュですね。ここはゴムになってます。右側も同じように下側のナットを緩め、ハンドルポストを取り外ししていきます。では取れました。ポストについている純正のゴムのブッシュですねを外し、ドープ製の強化ブッシュ、こちらは強化プラスチック製ですに付け替えます。取り付けで、裏側からナットで仮締めしておきます。少量のネジロック剤を入れて組み付けしています。右側も同じく取り外し、強化ブッシュで、ケーブルの位置を純正取り回しに気をつけながら、よいしょ、手で回るところまで締め付け、ハンドルを取り付けたから本締めなんですが、少し動かないところまで締めておきます。左側も位置がある程度固定できるところまで仮締めしておきます。手で回らなくなるまで締めて、ロボットハンドル取り付けしていきます。その前にこちらスロットルグリップですねの中に潤滑剤を少しつけておきます。ロボットハンドル、こちらに取り付けしていきますが、ここの部分ですね、こちらの車両は2023年モデルなんで1インチのハンドル系になります。新型のモデルは22パイになりますので、ここから細くなるんですね。
だからここだけちょっと商品が変わるので気をつけたいところです。で、このままの状態でスロットルグリップホルダーに仮組みしておきます。ハンドル位置を仮置きしておく必要があるんですが、仮置きするときにですね、このハンドル見ていただくと少しこうギザギザの造形がありますね。で、この位置を先にある程度左右均等に決めておくと、後々調整しないで取り付けができるので楽できます。左右に出ている模様が均等になるように締め付けていきます。まず前側のボルト、こっちですね。で、ここのスペースが見えなくなるまでまず締めて、仮置きなんですが、フロントフォークの角度がこの角度なので、それに対して少し起き上がるぐらい、この位置が一番こう乗りやすいですね。前側にあまりこう傾斜してしまうと、ハンドルがロボットハンドルの場合遠くなってしまうので、このぐらいがバランス的には操作性もしやすく、見栄えもよくかっこよく取り付けができる角度なんではないかなと当社は思います。こちらのドープ製のハンドルなんですけども、初めから回り止めの穴が開いているので、すごくありがたいですね。ここで固定ができちゃいますね。しっかり決まりますね。こちらハンドルを下から覗いていますが、ここに回り止めの穴が中央に見えますかね。先ほどの穴を利用して回り止めの穴ですね。で、固定をし、ホルダーを取り付ければ、グリップ位置もここで確定しちゃう。便利ですね。これで左側ですね。今スイッチも OK です。グリップを取り付けしていきます。接着剤を少量入れて、で、固まらないうちに前面がつくように接着。手前のボルトも締め付けしていきます。ここも一応仮締めとします。ここまでハンドルが固定できたら、ハンドルポストの底部のナットですね、本締めしていきます。右側も同じように本締めをしていきます。左右を均等に締めて、ハンドルのポストの取り付けは完了。取り付けの際はこのレバーがグリップよりも内側に入るように取り付けする必要があります。角度は後で見るとして、これで左側レバーホルダー完了。右側も同じくホルダーを取り付けしていきます。こちらもレバーの位置など確認しながら締め付けていきます。で、左右とここの遊びが一緒になるようにすると見た目もいいですね。延長ブレーキホースですねを使って、この長さを延長していきます。取り付け方としては、ホースの向きはこのように、ホース自体に無理が来ないように、ここが少し曲がってますが、それの形に合わせてマスター側のリザーバータンクですねにつける、こういった取り付けになります。で、取り付けにはどこのこちらプラグボルトにワッシャーを入れて1枚目で、こちらの方にもワッシャーを入れて、でこれで締めていくと。まだ仮組みですね。純正でついていたこちらのボルトに新たにシーリングワッシャー、こちらを入れて、もう1枚シーリングワッシャー、リザーバータンクに取り付ける。ホース関係とかの無理が来ないようにするのと同時に、このブレーキのマスター側のホースですが、ここにちゃんとこう当たるように締めてあげる必要があります。ここのストッパーですね。じゃあこれを締めていきます。で、ここは13シーリングワッシャーが潰れるのを確認して、しっかりと
締め付け。このようなブレーキホースの見た目となります。リザーバータンクにブレーキフルードを戻していきます。ブレーキフルードをリザーバーに入れていきます。その場合、このように棒状のものを伝わせるとこぼさずきれいに入れることができます。抜いたフルードをですね、またリザーバータンク側からこちらに真空引きしていきます。真空引きをして少しリザーバータンクの油面が下がってきました。もう少し吸っていきます。リザーバーの油面が安定してきたらエア抜きをしていきます。軽く何回か、特に下側からこもってやるとエア抜けやすいですね。そしたら踏んだままの状態でブレーキキャリパー側の圧を抜いて、これがエアですね。ホースの中はエア玉が抜けてっていうのが分かりますかね。ブレーキレバーもこれだけしっかりかけれるようになりました。まだエアが少し抜けるまで時間があるので、こぼさないようにこのまま少し放置をしておきました。少し泡が出てきてます。このエアが全部抜けてくれるとエアだまりはなくなるかな。もうほとんど出ないですね。上のエアが出なくなったことを確認し、少しだけ緩めて、ここにエアが出てこなくなるのを確認。もう大丈夫そうですね。先ほどまで水に浸しておいたダイヤフラムとスペーサーですね。これを取ります。で、フルードが綺麗になくなってますので、あとはエアブローします。ちょっと音がうるさいです。スペーサーも同じくやります。エアブローしたダイヤフラムにスペーサーを入れて、また元に戻していきます。これでブレーキ周り完了かな。いいタッチですね。あとはブレーキ周りフルードがついてないか確認して、漏れ関係がないかを確認。アクセルケーブルのホルダーの 14mm ですね。これをしっかりと締めて、レバーに干渉しないのも確認。メーターを取り付ける前にハンドル周りを本締めをしておきます。メーターですね。カプラーを裏側で、そしたらブーツを元通りにしていきます。メーターを止めます。これでメーター完成。ログロボットハンドル取り付け完了しました。完成した見た目はこんな感じ。レベルがますます精短なデザインになりました。組み上がりました。こちらのレベル250見ていきます。今回皆さんにご紹介させてもらったメインはこちら。ドープ製ロングロボットハンドル。ブレーキホースを延長させてあくことによって特徴的な個性的な見た目を手に入れることができる商品となっています。他にもですね、今回ご依頼いただいた商品がありますのでご紹介します。ドープ製クラッシュバー。これ、なかなか見た目特徴的なデザインですね。強度もしっかりと担保されているデザインとなっています。何よりもこれをつけることによってフォワードコントロールキット。こちらも今回取り付けご依頼をいただいたんですが、こちらの取り付けは以前の動画をご参考ください。この商品をつけたときに、このクラッシュバーだと両方つけれちゃうんですね。競合しません。ショートミラー、ロングロボットハンドルにやはり純正ミラーだと高い位置に行ってしまうので、
この小ぶりなミラーを取り付けさせていただきました。ドライバーズビューから見ると、なかなかな見た目になっております。はい。これも特徴的なデザイン。今回、こちらのかっこいいカスタムご依頼いただきましたオーナーの方から来ていただいております。どうぞ。ありがとうございます。どうもこの度はありがとうございました。ご依頼いただきまして。またうちの YouTube チャンネル、つぶさに見ていただいてるみたいで。ありがとうございます。変貌を遂げた愛車を見ていただいていかがでしょうか？いや、もうだいぶイメージ変わりましたし、はい、動画で見てた通りのいい感じに仕上がってて、最高です。はい。ありがとうございます。どのあたりが一番、やっぱりこう、クーってくる感じがいや、もうハンドルはもう前からもう気になってたところもあるし、はい。あとそのフォワードコントロール。これで、フォワードコントロールつけることによって、そのクラッシュバーっていうのが今までなかったのが、はい、新しく出たっていうので、これも付けさせてもらって、はい。すごくいい感じになってます。全体的なトータルのコーディネートがもう完璧にこう決まってるっていう感じですね。はい。いい感じになりました。ありがとうございます。はい。もうオーナーの方のやっぱりセンスの表れかなと思っております。はい。いや、いい感じにまとまりましてよかったです。ありがとうございます。またぜひね、ちょっとコントロール性とかも変わりますので、安全に、慣れながら楽しんでいただければと思います。はい。ありがとうございます。改めてありがとうございました。ホンダレベル252、ドープ製のロングロボットハンドル、取り付け、詳細にご紹介させていただきました。その他のパーツもバッチリ決まってます。ぜひチャンネル登録と高評価、そしてハイプもよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。